1977年式の、ショベルヘッドのチョッパーに乗ってます。栃木県の宇都宮市にあるクリームモーターサイクルというところで一から製作してもらいました。高校時代からやっぱ原付系のスクーターからずっと今まで乗り続けてます。やっぱバイクの世界を知るとやっぱハーレー乗りたいなって。自分結構ラフな格好でこうスニーカーとかで乗ってやっぱガチガチのスポーツしたバイクよりは、こうラフな感じでこうファッションも好きなので、そんな感じでハーレー乗りたいなっていう気持ちが強くなって、まずこうエボのチョッパーに以前乗ってたんですけど、そこでそのエボのチョッパーを乗ってる時に同時期ぐらいに、このお店のフロックアミュレットができたんですよね。ちょうど4年前ぐらいなんですけど、そこで友達にこう紹介されて、こんなお店があるよって言って、一人で夜にとりあえずお店行ってみようと思って恐る恐る入ったんですけど、そこで温かく、フロックアミュレット上位さんが迎えてくれて、ああかっこいいねバイクって言って、でもそこからずっと仲良くなって、今日バイクでこう乗っていくと「ああかっちゃんバイク調子どう?」みたいな。そこで周りの人もすごく親切にしてくれてまして、そのフロックアミュレットさんの周りにはやっぱりハーレーの中でも旧車がすごく多くて、自分もいつか絶対旧車に乗ろうと思ってそこから考えてたんですけど、今まではセルでかけてて一発でかかったりしますけど、やっぱショベルになってからやっぱ憧れのキックオンリーになったわけで、またキャブも B キャブで加速ポンプがついてなくて、やっぱ空キックでこう燃料を送らないとエンジンがかからないっていうちょっと不満ではないですけど、でもやっぱそこが面白いと自分は思ってまして、なんか面倒くさいことがなんかすごくなんか面白いなと思ってますね。でちょうど2年前ぐらいに隣が本当は居酒屋さんだったんですよね。そこを少し居酒屋さんが移動するってなってこう空き家になったんですよね。そこにちょうどマリンさんという方がカフェをやりたいということでペザントという名前でカフェをオープンしたんですけど、だからもう本当にバイカーとしてはそこでかっこいいいろんな服が買えて、隣ではマリンさんにコーヒーを入れてもらってカフェでゆっくりできるっていうのは本当にもう最高のたまり場が身近にできて、すごいもう暇さえあれば行ってますね。本職看護師なんですよ。そうなの？これ副業ってこと？あ、そうなんですか。週末だけ開けてる感じなんですよ。あ、そうなんだ。バイクに携わるので、なんかね、何かしらなんか残したいなと思って名前だけは。で、たまたまアパレルさんがすごい仲いいんで、で、そういうのでなんか
何かしらできないかなと思ってたまたまこう居抜きがあったんで、一緒に盛り上げていこうか5秒間みたいな感じで、たまたまその取り扱ってる隣のアパレルメーカーの社長さんとスープモリサイクルって森さんが作ったバイクをたまたま私が購入して、でそれでこう盛り上げていけたらと思って、料理もだからこうあんまりこうねきつな時間を過ごしてほしくなくて、来た時はゆっくり過ごしてもらいたいなと思って、私はそんな感じで勝手にコーラを取るとか。じゃあもうなんだろう、ざっくばらんというか、そうですね、まあ緩い感じで、はい、こういう場所がなんかお洋服買いながらこういう場所もあってコーヒーいっぱい飲んで帰れるみたいな。はっちゃんご飯できるよ。変わります。あれ注文いい？注文。何？誰今の声は？ネロさん。ネロ君何？わお。お肉。コーンエッグチーズ。ベーコン。あ、いいよ。いいよ。ライフがあるもん。あ、いいよいいよいいよ。はい。こんな量で。コップなくて大丈夫だったの？あ、大丈夫です。あるんで。氷は？じゃあ、じゃないですか。いただきます。じゃあしょうがない。マリーさん、コーラもらいます。どうぞ。氷は今出すよ。特徴としてはやっぱリジットフレームですかね。サスなしになります。そうですね、マフラーも一応アップスイープが良くて、やっぱ上に上がってるのかっこいいなと思って、このバイク一番特徴的なのはやっぱりハイミッドステップですかね。普通の人はやっぱりフォワードコントロールやミッドコンがあるんですけど、やっぱ見た目が自分ハイミッドが好きで、結構乗りづらそうとか言われるんですけど、意外と慣れてみるとそんなことはなくて、意外に長距離とか結構ハイミッドの方が楽な気がしますね。でこのハイミッドステップにブレーキとクラッチが踏めるようにしてもらったんですよね。ここがやっぱりバイク屋さん、クリームさんしっかり作ってもらいましたね。これオープンプライマリー。あ、そうですね、オープンプライマリーになってます。これは巻き込まれたりすることはない？それ結構巻き込まれて危険って言われますけど、意外と大丈夫ですね。結構ステップが下にある人は結構危ないんですよね。裾が巻き込まれたり。ハイミットだと意外と全く当たらないんで、なるほど。自分は危険に感じたことはないですね。あの人知ってる？あの子知ってる？藤子ちゃんって知ってる？ああ、知ってます。はい。藤子ちゃんは思いっきり巻き込まれたんですよ。ああ、巻き込める。靴が紐がほどけてて。ああ、そうですか。危ないですね。いろいろやってますよね。笑いながら言ってて。でもやっぱりオープンプライマリーのはメンテナンス性がすごい良くて、クラッチの清掃とかもやっぱカバーがかかって中にオイルがあるよりは絶対にこっちの方がメンテナンス性はすごいいいですね。すぐ掃除できますね。ただジョッキーシフトで、これがちょうど納車した時にマリンさんとジョージさんに納車祝いでもらったシフトノームなんですよね。
一応ブランドとしてスカイという名前で、ブランドを立ち上げました。スカイの意味は、道はどっかで行き止まりや塞がってるところありますけど、空はなんか一つでつながってるなと思って、全国の皆さんとつながれたらいいなという意味を込めてスカイでしました。もう1年前はもう大体アパレル関係でもう T シャツを作って着てくれればいいやぐらいの気持ちだったんですけど、この1年経ってみてやっぱりいろんな人とつながることができて、やっぱ新たな挑戦をしようと思って、いつも友達のカンパン君がいるんですけど、高校の同級生なんですけど、そのもう一人バイク乗ってない高校の同級生がいまして、それ実家が板金屋さんなんですけど、そこと一緒に、組んで、一応メタルワークスというスカイメタルワークスで今回やっていこうかなと思って、最初に蛍光管を加工して出したりとか最近出し始めましたね。アルミや鉄でできるグッズなどなんか作っていきたいなと思ってますね。今売り上げ的にはどっちがメインとかでもやっぱりアパレルの方が今の方は伸びてますね。やっぱりインスタグラムを見てバイクかっこいいって言ってくれる人が多くて、それを関係でやっぱ買ってくれる方がいまして、やっぱオンラインショップを立ち上げたんですけど、やっぱオンラインショップ立ち上げることによって全国からもう昨日も広島の方だったり青森の方だったり、もういろんな遠方の方から買ってくれてすごく嬉しいですね。やっぱ最初の頃やっぱ DM で対応してたんで、それはすごく大変で、ホームページ作れるよっていうのをいろんな人に聞いて、ベースっていうアプリで作ったんですけど、もうそれ結構見てくれる人がいて買ってくれる人がいて、やっぱりイベント出店するのがやっぱり面白くなってきましたね。最近多くなってきたやっぱ女性ライダーの方も買ってくれる方がいて、すごくありがたいですね。一応今の目標と夢というのはやっぱり代理店さんに自分たちのスカイの商品を届けて売ってもらえたらなと自分は思ってますね。そのためにはやっぱりこれからもブランドをもっと大きくしてぜひ取り扱わせてくださいぐらいまでは大きくしたいなと思ってます。結構自分やっぱ古いハーレー乗りたいんですけどどうすればいいですかっていうなんか質問には結構来ますけど、自分は結構やっぱ旧車乗るにはやっぱショップさんが大事だなと自分は思いますね。やっぱ古いバイクなんで必ず何かあるかもしれないので、まず信頼できるショップさんを見つけてそこで購入した方が自分はいいなと思いますね。コストは実際どうですか、その辺は。やっぱ自分のバイクはやっぱ宇都宮にあるクリームモーターサイクルさんで、一からオーバーホールして作ってもらったんですけど、やっぱもう鳴らしも終わってちょうど1年ぐらい経つんですけど、もうほとんど不具合なくキビキビ走ってますね。でまた、少しずつ消耗品とか何かしらはやっぱりあるんですけど、やっぱそうしたらすぐクリームさんに相談してやっぱ信頼できるショップさんがやっぱり重要だと思います。旧車乗るに関しては自分は自分でできることはやりたいタイプなんで、メンテナンスだったり、ちょっとしたカスタムぐらいは自分でやっぱやろうと思ってますね。
多分動画でも分かると思うんですけど、1年前はこうドラッグバーだったんですけど、今は自分で変えてこうアップバーにしたりとか、そういう簡単なことは自分でやって、でメンテナンスも今やっぱりネット社会なんで何でも載ってるんですよね、調べれば。クラッチ板をばらして中を掃除したりとか、増し締めはもちろん自分でできることはやろうと思ってます。やっぱ乗ってから勉強になるんですよね、やっぱ旧車は。なるほど、はい、乗ってから調べるっていうのがすごくありますね。乗らないとやっぱり分かんないですね。そうだから結構、はい、いや僕詳しくないんですよっていう人もやっぱりいるけど、いやそれってね、はい、やっぱり乗るそうですね、乗ってみても日々勉強ですねここのボルトって緩みやすいんだと思って、そうしたらもう毎回なんかボルトを確認したりいまだに劣化は一回もないんですよね本当に。でもいざやっぱり走らなくなった時にどこに送ろうかって絶対なると思うんですよ。やっぱり信頼できるショップさんにすぐ電話できるところを探した方がいいですと思いますね。やっぱり相談、腕がいいだけじゃなくて、はい、やっぱり相談しやすいっていう。そうですね。クリームモーターサイクルは相談しやすさはどう？もうすごい相談しやすいですよなんかバイク屋さんはなんかちょっといかついなんかイメージあるじゃないですか。やっぱクリームさんはすごい優しい感じで見た目も優しい？見た目も優しいですね佐久間さんって言うんですけどそれは行きやすい。すごく行きやすいです。いや、大体入りづらいじゃん、最初。すごい入りづらいですね。お店構えはすごい入りづらいんですよ。入ってみて喋ると、すごい優しい人だな。そうですね。一歩踏み出してみるのもありですね、バイク屋さんに。でもしも本当に乗りたいならもう絶対に乗った方がいいと思いますね自分が一番乗りたいバイクに乗るとやっぱ毎日楽しくなりますねそのことばっかり考えてなんか自分の憧れのバイクを手に入れたみたいな、どうしてもキックがしたかったとかキック自分オンリーなんですけど、やっぱかからない日もありまして、なんでだろうって言って、でプラグを見るとなぜか真っ黒だったり、やっぱいろんな手間だったり面倒くさいことが多いと思うんですよ。でもそこがなんか面白さがすごいあって、そこでプラグを磨いて戻してみて、エンジンかかった、こうすればいいんだとか、なんかいろんなそういうところに面白さがあるかなと自分は思ってますね。今のところショベルヘッドはもうずっと乗ろうと思ってますね。やっぱりこだわり抜いた一から作った自分のバイクなんで、本当あれは気に入ってるんで、あれは手放さないと思いますね。じゃあもし他に、はい、そしたらもう増車しかないかなと自分の中で思ってますやっぱ奥さんがすごい理解してくれるのはでかいです。間違いないです。もう間違いない。それが一番重要ですね感謝してます。そうですねめちゃめちゃ感謝してます。はい、やっぱりイベント続きで泊まりとかになると泊まっていいってもうどうせ走りたいんでしょ、いいよみたいな、すごい協力的な奥さんで本当に良かったと思います。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lolliver King, but they're not aware of it.
$40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making her nose runny. She melted, I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous, turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-wah, do-wah, do-wah. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-wah, do-wah, do-wah.